今回はですね、映像を作る側にも、見る側にもですね、結構重要な点である、フレームレート、そちらの話をしていきたいと思います。はい、どうも鈴木です。このチャンネルではですね、映像制作のことを中心に、自分の好きなファッションだったりとか、筋トレ、スポーツ、ガジェットだったりとかですね、様々お送りするチャンネルなんですけども、実はですね、私本業でちょっとアパレル関係の仕事をしておりまして、そちらの方でですね、映像コンテンツの制作を行っています。そちらでも、YouTube のチャンネル運営しているんですけども、このチャンネルではですね、さらに自分の趣味のことだったりとかを、深掘りしたくてですね、新しく個人チャンネルを立ち上げました。なんでですね、そちらのチャンネルでおなじみの方だったりとか、映像だったりとかですね、ファッションのことが好きな方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は映像制作にまつわることで、映像を作る側もですね、見る側も、どちらにも関係のある話でですね、フレームレートの話をしていきたいと思います。はい、ということでですね、フレームレートなんですけども、フレームレートっていうのがですね、いわゆるなんていうかコマのカット数、1秒間に何コマ使われていくかっていう話なんですけども、おおよそですね、メジャーなもので3つ存在します。で、まず1つ目がですね、いわゆる一般的なテレビで使われている 30fps と呼ばれるものです。1秒間に30コマの絵があるんですけども、その 30fps っていうのがですね、基本的なベーシックな映像のものかなと思います。おそらくですね、YouTube でも今現在一番主流なのが 30fps と呼ばれているもので、これがですね、いわゆるそのバラエティ的な感じの、ニュース番組とかバラエティとか、ごく一般のテレビ番組の、コマ数になっているんですけども、見ればですね、明らかにすぐわかると思います。こんな感じです。はい、なんていうか口で説明するのは難しいんですけども、よくある普通のコマ数っていう感じですね。でさらに、そこからですね、もう一つ、今現在主流なのが、60fps と呼ばれるものです。でこの 60fps っていうのがですね、いわゆる 4K のスポーツ中継だったりとか、あとはですね、テレビゲームだったりとか、数が倍になるので1秒間に60コマ、さっきのがですね、この1秒間に30コマあるのが1秒間にですね60コマあるということなんで、パッパッパっていう絵がですね、パッ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 パって倍、それぞれ2倍、映像の、コマシーンがあるということなんで、だいぶこの滑らかな映像になります。ちなみにこういった感じです。はい、先ほどよりですね2倍になっているので、随分、スピードが滑らかになっている感じがすると思います。で、こういった 60fps の他にもですね、さらにそのスローモーション撮影に使われている 120fps とか 240fps とかってあるんですけども、それがですね、1秒間に120コマとか240コマということなので、さらに膨大な数があるんですけども、肉眼で見るとですね、60とか120の違いってあんまり感じないかもしれないんですけども、テレビゲームだったりとかですね、このパンチのフレームの数とかが倍になる分ですね、すごいこの描写が細かくなるので、そこのですね、なんていうか動体視力の差というか、ここで気づく人とこのフレームが飛び飛びだとですね、ここで気づくみたいなのあるんですけど、そういった違いもあって、今最近はですね、高フレームレート化っていうのが著しくなっています。でそういったものがですねあるんですけども、その逆を行くものも存在します。というのが 24fps というものになります。ちなみにですね、こういった感じになります。30fps と何が違うのって思うかもしれないんですけども、結構ですねよくよく見比べてみるとコマがですねカクついて見えると思うんですけども、これがですね何に使われているのかっていうと、フィルムのシネマですね、映画に使われているフレームレートが 24fps になります。もちろんですね、今現在の技術であれば60フレームの映画だったりとかですね、作ろうと思えば作れるんですけども、これはですねフィルムの名残で24イコール映画調の絵作りだということで、今現在のこの 24fps が主流になっているみたいです。でそんなフレームレートなんですけども、実際 YouTube を見ているとですね、結構さまざまなフレームレートの方いると思うんですけども、この何がじゃあ見やすいのかっていう話なんですけども、これは正直好みの話かなと思っていて、個人的にはですね、今現在こちらで使っている通り24フレームで映像制作することが多いんですけども、逆にですね、なるべく商品とかものを分かりやすく伝えたいという方とかはですね、60フレームのフレームレートをですね好んで使うのかなといった印象です。ただですね、フレームレートが高くなると、その分データも重くなったりとかっていうこともあったりとかしてですね、一長一短あるんですけども、4K の60フレームとかだとですね、
かなり膨大なデータ量になったりします。で、このフレームレートはですね、実際見ている側もどのフレームレートがいいかとかって結構無意識的なところだと思うんですけどね、そこで今現在、どういった映像にこのフレームレートが最適なのかっていうことをちょっと最近考えているんですけど、どうですかね。これはちょっと正直僕も模索中なんですけども、どうですか今のこの、じゃあ例えば、それぞれちょっと4つフレームレートを上げてみたいと思います。こちらです。はい、こちらですね、24、30、60で、さらに、自負のアニメとかで使われているフレームレートっていうのも、用意してみました。こんだけ変わりますね。特にですね、動きが速い描写とかってなると、フレームレートが高い方が、より滑らかに感じられます。っていうので、やっぱりそのスポーツ中継だったりとか、スピード感のあるような映像をお送りするときはですね、フレームレートが高い方が有利なのかなといった印象なんですけども、そういった意味もあってですね、結構好んで60フレームを使う人と、逆にですね、その雰囲気を演出したいということで、24フレームを使う人に結構二極化しているかなといった印象です。で、逆にですね、ベーシックを求める人は 30fps、これが一番メジャーかなとは思うんですけども、そういったような違いになります。どうですかね。なんか好きなフレームレートとかありますか？実際そのフレームレートの他にカラーグレーディングって呼ばれるですね、この映像の、今現在はですね結構ノーマルな、色、簡単なカラグレって呼ばれるカラコレって呼ばれるようなですね色の補正ぐらいしか行っていないんですけども、さらにそこに、いわゆるそのスマートフォンとかでもフィルターとかあると思うんですが、ああいったものですね、こういった映像にこう色を着色してちょっとその独特の雰囲気とか自分好みの色目に仕上げたりとかっていうのがカラーグレーディングとしてあるんですけども、そういったところでですね、さらにその自分らしい絵作りとかっていうのとプラスフレームレートの組み合わせっていうのがあるのかなといった印象です。シネマティックな映像、シネマティック Vlog とか最近人気だと思うんですけど、そういったところはですね24フレームを使ってさらに自分好みのラットを当てたりですね、カラーグレーディングをして色をですね乗せているっていうようなことをしている方が多いような印象です。個人的にもですね、僕もやっぱ映像を作るときにそういったものを参考にすること多くてですね、24フレームのそういったシネマティックな色表現っていうのが好きなんですけども、逆にですねこう仕事でやっている YouTube のコンテンツとかって分かりやすさとか、色の正確さとかが大事だったりとかもするので、逆にですねそこは高フレームレートの、色もですねこうなんていうかコントラストはあまり当てないような、照明にしたりとか、色だったりとかもですね、肌だったりとか服の色とかっていうのが、正確に分かるような風にした方がいいのかなといったところで、現在もですね結構模索中ではあります。はい、ということでちょっと話まとまってないんですけども、何が言いたいかっていうとですね、自分がそのお送りする、コンテンツに対して、そのフレームレート表現っていうのがマッチしてるのかどうかっていうところなんですけど、自分はですねこの24フレームのシネマティックっていうことをちょっと追求していきたいなと思っているんですけども、いやいやこっちの30フレームの方が見やすいよとか、60のヌルヌルした絵の方が、分かりやすくていいですとか、そういうのがもしあればですねコメント欄の方にお願いします。他にもですね映像表現だったりとか、シネマティックな絵作りとかっていうのもですね今現在勉強中なので、そういった話もですね今後していけたらなと思っていますんで、興味がある方はですねぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではですねまた次回こういった話をお送りしていきたいと思います。それではまた、さよなら。